花に風に水、美青年にぴったりですね。残るは不思議な運。劉邦は子供の頃から劉の子と言われ、シーズラボの眉毛シェーバー、さすがに私はアップに耐えないので。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日はついていくリーダーはどっち？英雄たちを選択後編をお送りします。前編では楽しく分かりやすくするため、項羽をドラえもんの出来すぎくん、劉邦をのび太くんに例えました。柴さんは天国でニコッと笑ってくださったでしょうか。今回は劉邦の腹心の部下から見た劉邦の印象。まず1人目は軍師長領。彼は見た目こそ品のいい美青年ですが、太閤兵法という王者の師となれる兵法書を持っていました。助言を与えるべき器を探すうち、劉邦と初面会。柴さんはこう描写されています。聞くというのはこういうことかと、長領は聞き手の劉邦を見て花が開いてゆくような新鮮さを覚えた。劉邦は絶えず風通しのいい顔つきで長領を見続け、しみるように聞き続けた。長領は語りながら途方もない大きな器の中に水を注ぎ入れていくような快感を持った。花に風に水、美青年にぴったりですね。長領はやがて卓越した作戦家として劉邦軍を支えることとなります。2人目は総司令官韓信。軍事的天才の側近はこう思います。劉邦は笑うとひどく可愛い顔になった。愛すべき愚者という感じだった。自分をいつでも放り出して、いわば大きな袋のようであった。置きっぱなしの袋は形も定まらず、また袋自身の思考などはなく、ただ容量があるだけだったが、棟梁になる場合、賢者よりはるかに勝っているのではあるまいか。賢者は自分の優れた思考力がそのまま限界になるが、袋ならばその賢者を中へ放り込んで用いることができる。3人目は後方での補給担当、商家。劉邦には徳というほどのものはないが、ちょっと類のない可愛げがある。可愛げが劉邦の中で光っている。それが大きな交代になって、劉邦の不徳も無能も全て覆いくらますほどの力を持っていると商家は思った。この商家という人、劉邦の故郷ハイの元子役人で、後々までも私腹を肥やさない稀な民生家。欲目が少ないからか奇才を見出す天才で、ハイ時代の劉邦を最初に見出し、韓信も大将に任命するよう劉邦に進言しました。地味だけど魅力的な商家です。配下の印象をまとめると、劉邦は聞き上手で袋のようで、ちょっと類のない可愛げのある人。今までの3人は漢の三傑でしたが、劉邦自身が認めて臣下と決めたのは長領だけ。その場面で柴さんは、巨神は人間を聡明にすると書かれています。劉邦の魅力が巨神ならば、対する項羽の印象はどうだったのでしょうか。項羽に仕えたことのある韓信が項羽について面白いことを言っています。この時代の王の資格として、勇敢以上の戦場における武田しさと仁教、配下に対して心優しい以上の苦しいばかりの愛情、この2つが必須条件でした。韓信曰く、項羽は大変近いが欠点があり、筆婦の勇敢、婦人の仁だと評しました。
ヒップの勇敢とは有能な将軍に任せられないこと、婦人の仁とは論功行賞を惜しむことだそうです。ご婦人の皆様、大昔の例えなので多めにしてあげましょう。幸運の逆を行き、人に任せ褒美を惜しまなければ必ず勝てますと関心は提言。劉邦のやる気に火をつけました。柴さん曰く、天下を望む者の特徴として化け物のような気運、心の広さと気力、精神力、そして不思議な運が必要とあります。劉邦は見てきたように周りが知恵を絞りたくなるような生来の人格的雰囲気、気運を持ち、関心に提言されて以降は強い気力を持ちました。残るは不思議な運。劉邦は子供の頃から龍の子と言われ、寝姿に龍が現れていると周囲が噂し、漢の皇帝になった後も龍眼と呼ばれていました。きっと龍の応援という不思議な運を持って天下を取れたということでしょうか。劉邦さんみたいなリーダーいかがですか？日本で今も使われる漢字の元となった漢の建国のお話ですし、分厚くて最初は読めるかしらと思いましたが、私でも大丈夫でしたので、よろしかったらぜひ。ドラえもんだけでなく、しずかちゃんものび太くんを選ぶんですよね。おまけの付録レビュー。今日はシーズラボの眉毛シェーバーです。アンドロージー2021年11月号の付録で、表紙は長澤まさみさん、宝島チャンネルで購入すると、コンディショナーなしでも潤うサボンのローシャンプーがついてきます。クリニカルサロンのアイテムなので、念のため公式の紹介を流しますね。さすがに私はアップに耐えないので、お写真でご紹介しました。本編で龍眼とお話しした劉邦さん、眉や鼻が高く、口ひげは備前、異様なほど美しかったのだとか。外出先でもこのペンシル型シェーバーで眉やひげを整えて差し上げたら、様子ばかり作りよってと怒られるでしょうか。そんな軽口にかえって愛嬌が出てしまう劉邦さんなのでしょうね。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくね。ではではまたね。